皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 43. 皆さんは一日の中で自分がどれくらい携帯を使っているか知っていますか？また、一日に何回通知を確認していますか？また、使ってないとしても、パソコンの横とか、ご飯を食べている手元の横に携帯を置いたり、歩いている時に手にスマホを持っているのはどれくらいか知っていますか？私はこのトピックをポッドキャストで話そうと思ってから、半年くらい経ってしまいました。なぜかというと、本当は、ソーシャルメディアとか、2週間一切禁止してみました。で、その結果を話すっていう風にしたかったんですね。ただその2週間一切禁止するっていうのを、どんどん先延ばしにしたり、あとはやってみても途中で諦めたりしていたせいで、今まで結局できなかったんですね。ポッドキャストで話すのも、一切禁止にするのも。何かしら言い訳を作っていたんですね。例えば、今週はちょっと暇すぎるからいいでしょうとか、逆に今週はすごいストレス溜まってるから、ついついソーシャルメディアで気を使わない時間が欲しいとかね。スマホ依存っていろんな依存の仕方があると思うんですけれども、例えば本当に仕事とか友達と一緒にいる時間でも携帯が手放せない人とか、あとは通知を確認していないと何か悪いことが起きているんじゃないかと不安になるとかいう人とかね。で、私にとっては友達と会ったり他のことをしている時は全然携帯がなくても大丈夫で、むしろ何か友達としている時に携帯を見たりメールを返したりするのはすごく嫌なんですね。で、たまに携帯一切ない日とかやって、携帯を家に置いとくとかいうのも結構好きなんですけれども、日常生活で家で一人で暇な時とか、あとは夜寝る前にすごくショートビデオとか見すぎてしまうんですね。よく言う Doom Scrolling っていう意味もなくただただ次の動画を見ていくだけのやつですね。で、あとは全体的にふと通知を確認してしまうことが多いです。別に誰かのメッセージを待っているとか、逃したくない情報があるとかいうわけではないんですけれども、癖でもう気づいたらふと携帯に手が伸びていて通知を確認しているっていうことがすごくよくあります。ショートビデオを見ている時もたまにあの iPhone 使ってるんですけれども、その上の方をスクロールすると通知が見れるじゃないですか。あれをついつい見てしまうということも多いです。で、夜は特に寝るのが苦手なので、不眠症とかって本当は携帯を使わないで寝るのが一番いいんですけれども、一日ストレスが多かった日とか、あとはもう本当に寝れなくて暇すぎる時で YouTube とか見ようと思ってもつまんないみたいな時に見始めてしまうと本当に止まらなくて、夜3時とかまでただただドゥームスクローリングし続けてしまうっていうこともたまにあります。で、その2週間一切禁止っていうのをやってみようかなって思った理由は、初めはただ単にそれがなんとなく悪いっていうのをもちろん知っているから、どこでもソーシャルメディア依存は良くないとか、ドゥームスクローリング良くないとか、もちろんそれがダメなことっていうのはみんな知っていますよね。なので私もなんとなく、じゃあダメなら直してみようかみたいな感じで、
で、あとはやっぱり時間の無駄ですよね。さっきちょっと調べたら、日本人の平均でソーシャルメディアを使っている時間が1日3時間。もし毎日3時間使うとしたら、1年間では1095時間。1095時間って1日単位にすると、45日分くらいになるんですね。つまり365日中の45日間をただずっと携帯を使っているだけに使ってしまっている、その時間を使ってしまっているということですね。なので本当にただ単に時間の無駄、毎日の3時間を使っていろんなことができるはずなのに、結局あまり生産性のない、しかも心がリラックスするわけでもない、ドゥームスクローリングに使ってしまっているということですね。で、ただ最近になってもっと危機を感じたことがあって、もっと本当にコントロールしなきゃ、スクリーンタイムをコントロールしなきゃって思ったことがあって、でそれは最近頭が腐っているって気づいたんですね。もう頭が腐っている匂いがしたくらいなんですけれども、どういうことかっていうと、私の仕事の半分はクリエイティブな仕事なんですね。マーケティングとか、日本語を教えるだけっていう時間もあるんですけれども、大抵は、動画を作ったりブログを書いたり、少しデザインをしたりとか、編集したりとかなんですね。で、つまり常に次の動画のアイディアとかを考えないといけないので、もちろんたまに調子が悪くて全然アイディアが出ないこともあるし、すごい調子が良くてアイディアがたくさんの時もあるんですけれども、最近すごく行き詰まった時があって、でそういう時に無理やりアイディアを出そうとして動画を作ったりしてもあんまり楽しくないんですね。でそれが続いた時にもうやめようかなくらいまで思ったんですけれども、でそこで調子がいい時ってどんな時だっけってちょっと考えたんですね。でそしたらそれは例えば日本に帰っている時で、日本に帰っている時は本当に外を少し歩くだけでも見るもの、見かけた人とか人たちが話していたこととか家族と話したこと、街で見かけたもの全てからいろんなアイディアが入ってくるので、もうすごいクリエイティブになれるんですね。でもし日本に入れない時だったら、家族と電話した後とかニュースを見た後、日本の本を読んでいる時とかにアイディアが入ってくるんですね。で逆にその調子が悪い時何をしているのか見返すと、だいたいその動画の内容のアイディアを得るためだけに他のクリエイターさんの動画とかを見て、こういうのが人気なのか、こういうのがバズるのかみたいなのを気にしているんですね。つまり結果ばかり気にしてその過程を全然楽しめていなかったんですね。でそういう時ってその仕事のためだけでなくても、プライベートでも携帯ばかり見ていることが多くて、その本を読む、新しいことを学ぶ、人と話す、新しい体験をするとか、そういうことが減って引き出しがどんどん減っているんですね。日本語で引き出しが多いというのはそのある人の内側にたくさん知識とか経験とかが詰まっていることを言うんですね。つまり知識がある、経験があるっていうことを他の人に見せびらかさなくても、実は見えないけど中にそういう知識とか経験がたくさんあるんですよっていうのを表す言葉なんですけれども、で私の仕事上動画とか、ソーシャルメディアを通して自分の知識とか経験とかを
発信していく、外に出していくっていうのをしないといけないんですけれども、そういうのばかりに夢中になって読書とか人と話す、新しい体験をするっていう知識を蓄える部分をやってないと、そもそも発信することがなくなっちゃうじゃないですか。なのでその引き出しが空っぽになっている状態なので、そのアイディアが浮かばない時って、浮かばないというよりかはアイディアの元になる知識とか感情、経験がそもそもない、それを得るための時間を作っていないということだと気づいたんですね。でこうプライベートでもくだらないショート動画とかばかり見ていたので、そういういらない知識とか感情で脳をいっぱいにしていて、貴重な知識とか経験を全然頭に入れていなかったんですね。なのでこう最初に言ったように、もう本当にやばい、脳が腐っているっていう風に感じたんですね。Before we continue, let me quickly introduce one of Saya's teachers. This week's highlight goes to NT Sensei. NT Sensei specializes in practical Japanese for traveling, working, or living in Japan. With her international background, including volunteering in Cambodia and working as airport staff, she really understands what learners need to prioritize depending on their goals in Japan. If you're willing to reach certain level before your Japan stay, her classes are perfect because you can first set a clear goal, then she will design the path for you and supports you along the way. I especially recommend her if you tend to feel nervous in your first class. She brings such a positive, caring energy and makes sure you get exactly what you need. If you'd like to take a lesson with NT Sensei or any of our amazing teachers, visit sayajapanese.com/lesson and book a trial lesson today. Alright, let's get back to the topic. というわけで、こう仕事でもプライベートでもちょっとこれはやばい状態にあると気づいて、で、ついにいろいろ試してみることにしたんですね。で、その時に最初に見つけたアドバイスが、こう厳しくしない方がいいということを、こう厳しくコントロールしない方がいい。ダイエットと同じで、ダイエットも厳しくやると、絶対食べないとか決めると、もうどんどん逆に食べたくなっちゃうじゃないですか。なのでこう絶対ソーシャルメディア使わないとかやるよりかは、使う時間を減らすとか、こうできる範囲でやった方がむしろ効果的ですよと聞いたので、まず手始めに始めたことが、携帯を見る時間を減らそうとするのではなく、趣味とかやりたいこととかを増やして、こう自然に携帯を見る時間もなくなっちゃったっていう状況を作るということです。例えば朝ごはんを食べるときは必ず日本のニュースを見ることにしました。あとは趣味の教室も増やしました。やっぱりこう趣味がたくさんあっても、家で一人でやるとなるとなかなか続かないことが多いですよね。なのでこうスポーツであっても言語学習であっても、やっぱり教室とかオンラインでもクラスを受けちゃった方が続けやすいですよね。で、それから夜も2日に1回は本を読む、携帯を見る代わりに本を読む。で、本も一回一回買ったりしているともったいないとか思ってしまうので、例えば Kindle Unlimited とかに入ってもういくらでも読めるようにしたりとかしました。で、これでもうすでに結構改善されたんですけれども、やっぱりこう仕事がすごくストレスが多くて疲れている時とか、なんかこうあんまり気分が上がらない週とかは、こうなんだろう、趣味も趣味で好きなんですけれども、頭使うじゃないですか。結構こう頑張らないといけないことが多いので、こうそういうすごい疲れてる時って結局携帯が楽なのでそっちに行ってしまって、で夜寝れなくなって、でまた悪循環みたいな感じになる時があるんですね。でそんな中でまた他のアドバイスを見て、
で、このアドバイスがすっごい私にとっては効果があったんですけれども、というのも、仕事に関係するアプリとか、あとはソーシャルメディアのアプリとかを全部自分の古い携帯に移したんですね。で、携帯番号もない携帯なので、Wi-Fi がないと使えないので、家でしか使えない携帯なんですけれども、というのも、私は仕事上、講師を分けるっていうのが結構難しいんですね。フリーランサーとか自営業で働いてると、そもそもオフィスがないし、で、9時5時とかいう決まった時間もないし、仕事すればするほど収入が入るし、逆にしなかったら減る。なので常に仕事のことを考えがちで、例えばインスタのプライベートアカウントを開いたつもりが、つい仕事のを開いていて、視聴数とかコメントとか見てしまっていたりで、仕事用のメールもプライベート用のメールも同じ場所に入っているので、やっぱり土日でもいつでも確認してしまったりするんですね。で、仕事関係の通知ももちろん全部同じ携帯に入ってきます。なのでもっと講師を分けるために仕事関係のアプリは全部その使っていなかった携帯に移したんですね。で、こうすることでもう本当にガラリと変わりました。例えばまず朝起きて、昔は朝起きたら友達とかからの通知を確認するとともに全部仕事の通知も確認して、インスタグラムで視聴数が伸びたとかコメントがああだとか全部確認していたんですね。もうベッドから出る前に。で、これができなくなったので、その仕事用の携帯は仕事用の机から持ち出さないようにしているので、もちろんベッドでは見れないので、朝から不安になったり、あれやらなきゃこれやらなきゃとかいろいろ考え出したりするっていうこともなくなりました。で、逆に仕事ももっと集中できるようになったんですね。その土日とか夕方6時以降とか、もう仕事が終わったら、その仕事用の机からは仕事用携帯を持ち出さないっていうふうに決めたので、じゃあそれまでに頑張って終わらせなきゃ。で、逆に終わってないならこの机から、逃げられないから、じゃあ急いでやろうというか効率よくやろう。今集中してやろうっていうふうに、なったので、無駄にダラダラしてる時間とかが減ったんですね。で、それからアプリとかをもう全部そのプライベート用の携帯からはなくしてしまうことで、普段自分がどれくらい知らぬ間にアプリを開けてしまったり通知を確認したりしているか気づくんですね。例えば仕事が終わってランニングに行って、でそこで走ってる間、次の動画でこんなこと話せるとか考えてる時に、そういえばこの前の動画の結果はどうなったんだろうとか思って、で携帯開いて、そこでやっとそっかアプリないのかっていう風に気づくことが最初の方は結構何回もあって、こんなにいつも仕事のこと考えていたんだって気づいたんですね。なので仕事面ではもう本当にストレスがぐっと減りました。もともと仕事は私結構好きなんですね。このポッドキャストとか、インスタグラムでショートビデオを作るとか、日本語学校を運営するとか、どれも結構好きなことなので、そもそも苦ではないんですけれども、やっぱりいつもそのことを考えているっていうのは知らぬ間にかなりストレスになっていたようで、こういうふうに仕事とプライベートをしっかり分けることで、プレッシャー、自分が自分に勝手にかけていたプレッシャーとかが減って、むしろ土日がすごく楽しみになったし、月曜日また働き始めるのも楽しみっていう、すごくいい状態になりました。で、仕事以外でもさっきプライベートでもショートビデオを見てしまったり通知を開いたりしちゃうって言ってたんですけれども、
こう携帯を分けることでこう心のざわざわ感が減りました。こうやっぱりいつもその SNS が手に届くところにあるともうつい見ちゃいますよね。例えばトイレに入ってる時に使ってしまったり、料理中も動画を再生していて、で外ではカフェで1分待つだけなのにふと携帯を取り出してしまったりとか、でもこういうふうにいつもこう新しい情報が流れていたり、音が流れていたり、目に入るものがあるとこう心も休む暇がないですよね。なのでこうソーシャルメディアのアプリが入っている携帯をこう仕事用の机から持ち出さないことで、その携帯を持っていない時はこうざわ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 っていう音が、一切なくなった。オノマトペで申し訳ないんですけれども、そのなんだろうな、心の忙しさが減ったっていう感じかな。でそういう騒音が減ると結構暇になるので、こう前からずっとやろうと思っていたこともやり出せるんですね。なのでこう結局効率がいいです。全体的にこう仕事をするときは仕事をがっつりやるし、で休むときは休むし、で遊ぶときはがっつり遊ぶ。でもちろん今でもこう1日に1時間くらいこうショートビデオとかを見ていい時間を作っているんですけれども、でその時も見たいものを見たいので、こうドゥームスクローリングというよりかは、このクリエイターさん何やってるんだろうなとか、こう目的を持って見るようになりました。でまた仕事に戻ると、こうプライベートがこういうふうに充実することで仕事も楽しくなるんですね。というのもこう私の仕事って結構プライベートと強く関係している。プライベートでやったことがブログの内容になったり、プライベートで見たニュースとか話した内容が、授業中に教える日本語になったりするので、プライベートが楽しければ楽しいほど仕事も充実しやすいので、こうそれを完全に妨げていた携帯というかソーシャルメディアを除くことで、このどっちも充実させるっていうのがすごくやりやすくなりました。なのでこう最初は結構その SNS やめるっていうのは大変だと思うんですけれども、最終的に自分にとって楽、その3時間も時間使っちゃった、でも気分もあんまり乗らないし何しよう、気づいたら一日が終わってたみたいなことが全然なくなるので、こう結局気分も上がるし、仕事が終わるし、で好きなことできるし、ウィンウィン、誰とのウィンウィンだかわかんないですけれども、自分にとって結局、いいことですね。こういうふうにわーわー言ってるんですけれども、実際はまだその疲れてる時とかドゥームスクローリングしちゃったりとか全然するので、皆さんももしこうドゥームスクローリングとかしてしまってる場合はぜひそんなに罪悪感を感じないで、一緒に頑張っていきましょう。もし何か皆さんが持っているコツとかあったらぜひコメント欄で教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!